これは一冊の日記が人から人へバトンされる不思議なお話。年齢も仕事も住むところも違う、さまざまな日常が一冊の日記に紡がれていく。そこに書かれるのはその人のありのままの姿。旅する日記。3月7日土曜日。今日は朝から名古屋で生放送の仕事があったので、4時に起きて犬の散歩に行った。まだ朝の外は寒いなと思いながら、朝というよりまだ夜に近いのかもと考える。夜寝る前に一日を振り返って書く日記。なんだか古臭い習慣に思えるかもしれないけど、とってもいい時間。仕事が終わってからは家族の集まりがあって、親戚みんなで食事会。私の家族はあまり集まることがないから、毎回彼の家の集まりに驚きつつも懐かしさを感じている。食後に姪っ子とお兄さんが、桜餅って葉っぱを食べられるか、柏餅はと話していて、私も子供の頃わからなくなって柏の葉をむしゃむしゃ食べたことを思い出した。この日記、どんな人が書いたのかな。あ、松井玲奈さん。元アイドルで、卒業後は俳優業と並行して作家としても活躍している。今回はこの「ろうそくを吹き消す瞬間」っていうタイトルにあるように、自分が幸せだと思う瞬間をテーマに書こうと思ったんですね。で、日々過ごしていく中で、なんかこれは幸せなのかな、どうなのかなとか、すごくハッピーな気持ちになったこととか、逆に嫌だったことを書くことによって幸せっていうものが浮き出てくるんじゃないかっていうので。多忙な日々を送る松井玲奈さんの1週間の日記。3月8日日曜日。今日は舞台が終わってから有明でライブを見た。ものづくりの大変さを感じながら、いくつになっても人はチャレンジをする資格があるよなと考える。今、松井さんが夢中になって取り組んでいるのが舞台でのお仕事。松井さんはハリー・ポッターの大ファンで、日本で上演されると決まった際にオーディションに挑戦。自らの手で役をつかみ取った。ハリー、どうだった？タイムターナーは押収できたの？静粛に沈黙せよの魔法をかけるわよ。少しでも動いてごらん。脳みそはカエルに、腕はゴムにしてやる。この日もその舞台の公演。本番前、体を動かし心を上げる。こんな散らかったところでよく仕事ができるわね。やりたいことがあっても今の自分にはできないと諦めるのではなく、どうしたら実現できるかを考える。今はお芝居と英語。特に英語は
日々できることが増えて世界の広がりを感じている。今はまだまだでも人と比べず、昨日の自分と比べてどうだったか、そこにフォーカスして進んでいこうと思う。あら、猫。描いてるのが好きなの？たびたび書斎に訪れる、つかず離れずの相棒ですね。日記書けないから、それだと。松井さんの日記には食べ物の記録がたくさん書かれている。お友達がいたんで合流します。3月10日火曜日、今日は久しぶりのお休み。お友達と表参道でアートを見てランチへ。今日の美味しかったもの、マグロの漬け丼、味の染みたご飯が美味しかった。帰ってきてから晩ご飯を作る。たくさんじゃがいもがあるから、じゃがいもと豚バラのポン酢醤油煮を作った。日記の最終日にも。夜のご飯もトマトがたくさんあったから、じゃがいもとお肉と一緒に肉じゃがに。びっくりな組み合わせもいつものメニューに新鮮さを与えてくれる。明日の本番、いつも通りにやりつつも、新しい自分でびっくりな組み合わせを楽しもう。おやすみなさい。やりたいことにまっすぐな松井さん。明日はどんな一日になるかな。いいですね。シールとか写真とか何貼ってるかでどういうものが好きな人なんだろうなっていうところまで想像がいくのが面白い。日記をこう読むと、日記を書いてる人のこうイメージ、これをこう書いてる人がいて、その人のまたその一個先のレイヤーというか、なんか2層の体験がある感じがするのが日記を読むのもすごい楽しいなって思うところで、書いてる人が思い出してることも一緒に追体験できるみたいなのが私はすごく好き。バトンがつながる。次に日記を手に取ったのは誰？3月14日土曜日、久々に早朝予約のある日だった。お客様にもよく聞かれるのは、一番遠いところはどこまで行ったのか。ちなみに僕は横浜から浜松、走行距離なんと約250キロ、運賃約9万円。6年やっているけど、この金額を超えたことはない。毎回楽しいお仕事ばかりじゃないけど、いろいろな人をお乗せするお仕事。一人一人のストーリーに出会えるタクシーって面白い。また明日も楽しい一日になりますように。古川大輔さん、45歳。
クシー歴は6年。見えるところはしっかり毎朝拭いて出ます。以前は美容師だった。6年前、コロナウイルスの感染拡大で転職を決断。運転好きだったこともあり、タクシードライバーになった。結婚していたが今は独身。両親と同居している。3月15日日曜日。昨日は仕事でついついお昼まで寝てしまった。3月16日月曜日。今日もお休み。休日にやっている楽しみがある。草野球。所属するタクシー会社の野球部で僕はピッチャーだ。実は僕は松坂大輔と同学年。やつは化け物だった。と言っても一度も対戦したことないし、同じ学校でもない。でも親近感が。実は下の名前が一緒。大輔。両親に感謝です。3月17日火曜日。今日はいつも通りの始まりだった。駅からのお客様を少し距離のある病院まで送迎した。ふとあの弁当屋さんが近いなと思った。久々に食べたいと車を走らせる。若草の唐揚げ弁当。これが実にうまい。うまっ。中毒性のある唐揚げだ。一口食べたら止まらない。あっという間にごちそうさま。お腹も満たし、営業再開。空車で走っていると岸根公園の桜がほんのり膨らんでいた。思わず車を止め見ていたら涙が出てきそうだった。息子の保育園の卒園で見た桜を思い出した。今度は彼は小学校を卒業する。時の流れる速さにびっくり。今年は一緒に見たいな。実は古川さんには別れた妻との間にできた一人息子がいる。離婚する前に見た息子の卒園式での桜が今も忘れられないという。その後も息子さんとは月に数回会っているが、いつも遠くから見守ってきた古川さん。あれから6年、今は小学6年生。明日は卒業式。古川さんも参列する。3月18日水曜日。今日は僕も緊張のあまりいつもより早く目が覚めてしまった。そう、息子の卒業式だ。何とも言えない感情。嬉しいけど寂しいようないろいろな気持ちがこみ上げて、始まってもいないのにうるうる。式が始まる前に涙がなくなってしまうのではないか。いよいよ卒業式が始まり、息子が入場してきた。いつもはヘラヘラしている息子も今日はなんだかシャンとして見えて、少し大人っぽさも感じた。2020年のコロナの頃に入学式を迎えて、クラス全員が揃わない、そんな小学生のスタートから、だんだんコロナも収まり、学校行事で多くの思い出を作っていったことを思い返してたら、
気づいたらハンカチを目元から離せませんでした。ここまで大きく育ってくれてありがとう。日記は再び旅をする。今度はどんな人のどんな物語かな。3月21日土曜日、朝コーヒーを入れる。ミルでモカの豆を粉にする。部屋中にコーヒーの香りが漂う。米粉食パンをトースターで焼き、ブルーベリージャムを塗る。ヨーグルトにプルーンを入れ、きな粉をかける。こんな朝食で一日がスタートする。今日は来年の2月に出版される絵本「足跡をたどって」の絵を描く。最後の一枚、裏表紙の絵。クマさんが冬眠から目を覚ます。誰かに呼ばれたような。すると何かの足跡を見つけ、その跡をたどっていく。クマさんは「僕を呼んだ?」と出会った動物たちに聞いていくというお話。裏表紙の動物たちをシルエットで表現するか迷うところだが、順光で描くことに決めた。これで絵本の絵がすべて揃った。こんな感じかな。山田和明さん、64歳。絵本作家として活動して30年以上が経つ。自宅にあるアトリエでの作画、一日の大半をここで過ごしている。山田さんは妻の沙織さんと2人暮らし。でも沙織さんは職場勤めだから日中は一人。世間の忙しい時間とは違ったゆとりある時間で生きている。一日朝から夜まで一人だから、音楽かけて。サラリーマンじゃないから、全部自分の時間一日ね、どう過ごしてもいいわけですよね。好きなもので埋め尽くしてますよね。夕焼けが大好きだ。なんか夕日ってなんかこういいじゃないですか。寂しいかもしれないけど、そのオレンジのこのなんて空も綺麗だしね。3月22日日曜日。今日は夕日がとても美しい。そういえば私が初めて作絵で出版していただいた絵本がマイ・レッド・バルーン、赤い風船。夕日のシーンをラストにしたいと思い構想を練った。女の子が赤い風船を持ってバスに乗り込むが、風船を飛ばしてしまった。次々に動物たちが乗り込む。女の子の風船を取り戻そうと必死に追いかけるが、カラスに割られてしまう。しかし海に沈む太陽が、私の赤い風船、また明日も会えるね、で終わる。動物たちはそれぞれの行き先があるにもかかわらず、風船探しのバスの旅に付き合う。女の子を思いやる気持ちがある。
今世界では戦争が起きている。思いやりの心があればこんなことにはならないはずだ。よし、こんな感じで何かしらこう絵本の種みたいなものがふとしたきっかけで見つかることがありましたね。日常の生活の中でね。3月24日火曜日、今街頭の引っ越しの原画展を神保町のブックハウスカフェで開催していただいている。今日が最終日。2週間の展示期間中、たくさんの方に見ていただき、絵本を取っていただいた。この物語は沙織が書いたもの。私が気に入って絵本にしたいと思って出版社をいくつも回ったけれど、なかなか決まらなかった。実は妻の沙織さんは学生時代に児童文学の作家を目指していた。しかし夢半ばで諦め就職。2人の息子を育て絵本作家として駆け出しだった山田さんを支えてきた。山田さんは彼女が書いた街頭の引っ越しの話が好きだった。いつか大勢の人たちにこの作品を知ってほしい。そして構想から20年目にしてようやく形になった絵本だった。嬉しかったね。そんなにいいかな、よくできてたかなっていう。山田さんはこの日の日記の締めくくりにこんな言葉を。この絵本は沙織さんの文章と私の絵が一つになったもの。印刷され一冊の本の形になり、人々の手元に届き、読まれて完成すると思う。沙織さんへ素敵な物語をありがとう。旅する日記。日記に書かれたさまざまな物語。いや、これすごいですね。一冊の日記帳に手書きで別の人の日記が書いてあるのを読むのが初めて。書き手の人は割と全国津々浦々な感じ。なるほど。そしたら本当にすごい面白い。今もうすでに面白いからいいですね。2026年の日本横断みたいなさて次は誰のところに行くのかな。